こんにちは。コミュニティコズミックのミズです。突然ですが今、生きているのがしんどいと感じている人はいませんか？仕事の失敗で自己嫌悪が止まらない。人間関係に悩んで、もうすべてを投げ出してしまいたい。何をやってもうまくいかない。負のループ。そんな風にどん底を感じている方もいるかもしれませんね。実は私も10年前は職場での悩みに疲れ果て、心身ボロボロ。生きるのがしんどい日々を過ごしていました。そんな私がある簡単な方法で日々幸せを感じるハッピー体質に変わることができたのです。何が私を変えたのでしょう。それは皆さんも毎日使っているとても身近なもの。言葉です。私たちが普段何気なく使っている言葉こそが私たちの意識の奥深く、つまり潜在意識をコントロールしている最大の鍵なんです。今回は言葉が私たちの心や現実にどう作用していくのか、その3つのメカニズムについて私の実体験を交えながらお伝えします。ぜひ最後までお付き合いください。言葉が与える影響。あなたは毎日自分にどんな言葉をかけていますか？どうせ私なんて、私には無理、もう年だから、そんな言葉を口癖にしていませんか？言葉には様々なものに影響を与える力があります。その例としてよく知られているのが、水の実験です。江本勝氏の著書、水が答えを知っているで紹介され、話題になりました。水にありがとうという言葉を見せ、凍らせて結晶を見ると、形の整った綺麗な結晶になりましたが、バカ野郎という言葉を見せた水は、美しい結晶が作れなかったという実験です。ここで考えてみてほしいのです。人間の体の約 60% は水でできていると言われています。だとしたら、私たちが日々使う言葉が自分や周りにどれほど影響を与えるか、想像に難くありませんよね。10年前の私は、まさにその結果を象徴しているかのようでした。ネガティブな言葉を浴び続けた私の体は、濁った結晶のような状態だったのでしょう。心だけでなく、体調まで崩し、本当にしんどい日々でした。そんな状況をどうにかしたいと、心理療法や心理学の本を段ボール1箱分買い込みました。でも、2、3ページめくるだけで読めないのです。当時の私は本を読む気力さえ残っていなかったんです。そんな時に出会ったのが言葉を使ったツール、アファメーションでした。唱える元気もなかったので、YouTube にあるアファメーション動画を画面は見ずに、ただ音声を聞き流すということを始めたのです。それが私を変える最初の一歩になったのです。脳は言葉に騙される。アファメーションは、私は〇〇ですと、まるで事実であるかのように唱えます。なぜか。脳には耳から入る言葉に現実を合わせようとする性質があります。最初はただの振りでも、毎日聞かされているうちに、脳はこれが自分なんだと少しずつ受け入れていくのです。だから、現実に今そうであるかのような言い方がいいんですね。最初は、私は自分が大好きという動画を試しましたが、絶対無理と拒否反応が出てしんどかったんです。そこで、私は仕事ができるなど自己肯定感の上がるいくつかの言葉が順番に流れる別の動画に変えてみたら、割とスムーズに聞き流せました。実は心が拒否反応を起こさない言葉から少しずつ慣らしていくのが潜在意識に届けるコツだったんです。そうして毎日聞き流し続けて
3ヶ月目。小さいですが変化が見られました。気力がなく読めなかった本に自然と手が伸びて読めるようになっていったんです。アファメーションによりネガティブな思い込みが和らいだことで、私の心と体には元気が戻りつつあったのですね。出来事の解釈が変わる。言葉が変わり、潜在意識にすり込まれると、起きた出来事への捉え方が変わります。捉え方が変わるから、選ぶ行動が変わり、目の前の現実が動いていくのです。アファメーションを始めて4ヶ月目。職場のボスから突然、クビを宣告されました。崖から突き落とされたような感覚でした。悲しみ、悔しさ、屈辱。私は1週間ベッドから出られなくなりました。でも、この絶望の最中、私の内側のある変化に気づくことになります。これまでの私だったら、クビイコール人生の終わりというネガティブな側面しか見られず、絶望するだけだったはずです。しかし、私の心の奥から、こんな言葉が湧き上がってきたのです。ピンチはチャンスに変えられる。これは、もっと条件の良い場所へ転職するための最高のチャンスかもしれない。気づけば、そんな風に捉えられる前向きな思考のベースが私の中に育っていました。この、もっと良い場所へ行くチャンスだという思考は、つまり、自分はもっと良い職に値する人間なんだという自己肯定感の高まりを示すものだったのです。そして後にこの思考の通り、私は当時の倍のお給料の会社への転職を成功させました。言葉によってマインドが変わり、それが行動を変え、新しい現実につながったのです。3つのメカニズムが導いたハッピー体質。そこからは少しずつ、でも確実に心身が楽になっていきました。10ヶ月を過ぎる頃には、あんなに毎日張り付いていた生きるのがしんどいという感覚がいつの間にか消えていたのです。今の私は目覚めた時から気分が良く、何気ない日常の中にたくさんのハッピーを見つけることができています。幸せだなぁと常々感じる日々を過ごしているのです。あの頃の私からは想像もつかないようなハッピー体質になれました。これが3つのメカニズムがもたらした結果です。1、ポジティブな言葉を聞き続け。2、脳の思い込みが書き換わり。3、出来事の捉え方もポジティブになった。このように、ポジティブな思考が定着すると、選ぶ行動も少しずつ変わり、その積み重ねが現実を変えていくのです。言葉選びの重要性。このように現実までもが変わっていくのは、アファメーションの言葉が私の潜在意識に深く刷り込まれ、定着したということです。だからこそ、アファメーションでどんな言葉を選ぶかがとても重要になってきます。私の場合は、心が変わるにつれて、使うアファメーションの言葉も自然と変わっていきました。最初は自分を奮い立たせるものから、次第に自分を包み込むような受容の言葉へとシフトしていったのです。かつての私の頭の中は自分を罵るネガティブな言葉でいっぱいでした。でも、アファメーションを続けたことで、ポジティブな言葉たちはいつしか私自身の当たり前の考え方になっていたのです。心に根付いたこの新しい信念こそが今のハッピーな私を作ってくれているのです。自分を救うのが先。今話題の瀬地博さん著隣の小さいおじさんシリーズの第2弾の本の中にこんな言葉があります。世の中を変えるとか救うとか言う前に自分を変える。自分を救うことが先決です。本当にその通りで、自分を粗末に扱い、自分なんかと卑下することが
潜在意識に刷り込まれた結果、人からも軽く扱われる関係を築きやすくなってしまうのです。だからこそ、まずは自分を大切にすることが何よりも先なんです。10年前の私は、自分がボロボロなのに、誰かの役に立ちたいと思っていました。でもその奥には、そうすれば、こんな自分でも少しは許せるかもしれない、という思いが隠れていたんです。無条件で自分を許すことができていなかったんですね。海外には、空っぽのコップからは人に水を注ぐことはできないという格言があるように、自分が満たされていないのに無理をしたら自分が倒れてしまいます。人を助ける前に、まず自分を助けてあげてください。自分を癒し、エネルギーを満たしてハッピーになってください。そして、コップから溢れたハッピーを周りの人に分けてあげればいいんです。幸せってそうやって広がっていくのではないでしょうか。今日から始める小さな一歩。心も体も疲れ切っていて、何かをする気力も体力も残っていない。そんな方はまず聞き流すだけのアファメーションから始めてみませんか？今日は少しだけ自分の心にエネルギーを補給してあげてくださいね。この動画であなたが少しでもハッピーに近づきますように。あなたから溢れたハッピーの波紋が世界へ、宇宙へ広がりますように。チャンネル登録してくれたらとっても嬉しいです。いいねしてくれたあなたこそいいね。最後までご視聴いただきありがとうございました。またね。